皆さんこんにちは。いや、僕ね、初めて VR ゴーグルメタクエスト3購入したんですけど、もうね、デジタル、バーチャルの世界から抜け出せない、もうそこに没入しちゃってね、現実戻ると、なんやこれみたいな。こっちの方が夢ですかみたいな状態になっちゃって、ちょっとやばいんですけど、皆さんもね、体験したことありますか ?VR。僕、実はこう見えて初めてだったんですよね。仮想現実とか語ってる割には初めてだったので、これ案件でも何でもないですよ、本当に。皆さんもね、もし体験したことあったら、これ面白いよとか、このアプリ、こういった使い方もあるよ。もちろん AV 試したけどね、あれやばかったな。みたいなのがあれば教えてほしいですね。はい。まあ、それは置いといて、皆さん、ノーベル賞、誰が受賞したか見ました？ノーベル生理学医学賞に新型コロナウイルスの mRNA ワクチン開発で大きな貢献したカタリン・カリコ氏とドリュー・ワイスマン氏が受賞したんです。コロナウイルスが流行しだして1年程度で開発されたワクチンがノーベル賞で疑問に思った人いたんじゃないですか？いや、コロナがあったから1年で作れたのか、コロナがなかったとしたら1年で作れなかったのか、そこら辺どうなのみたいな。実は mRNA ワクチンの開発は2005年に発表された約15年もの間研究されていたものなんです。まあでもその頃は皆さん聞いたことなかったでしょう。全然ね、注目されていなかったんですよ。結果も出していなく。しかし2019年から本格的に大流行したコロナウイルスの出現によって mRNA に注目した製薬会社がワクチンの開発を開始。記録的な速さでワクチンの開発に成功したんです。記録的な速さ、1年でノーベル賞。それ本当だなってちょっと思うよね。話題になったことによってそこに一気に資金が投入されて技術が急成長されたっていうのはわからなくもないんだけど、ノーベル賞ってね、そもそもその注目させたい、成長させたい分野を受賞させて、そこにお金を一気にバーンってつぎ込むっていうお話があるので、ある意味出来レースみたいなところありますよね。そしてこういった薬とかの技術で同時に伴うのが治験。2020年4月、フランスの番組でコロナワクチンの話題が上がって、パリコチン病院の集中治療責任者ジャンポール・ミラ氏が、挑発的な発言が許されるならこうした治験はアフリカでするべきではないだろうか。アフリカにはマスクがないし治療も蘇生もできないと発言したんです。なかなか言うね、あなた。この発言にフランス保健衛生研究責任者カミユ・ロクト氏も大きくうなずき、その通りだ、私たちもアフリカで並行して治験をすることを検討しているところだと賛同するようなね、主張をしたんですね。そのアフリカで治験する理由っていうのが、今回のワクチン開発が一部のエイズ研究の実施と少し似ている、売春をしている人でいろいろ試すのは高度にさらされていて予防もしていないと知っているからだとしているんですね。要はね、そのアフリカの人々はね、そのいろんな病気にかかってて、でなおかつ彼らはその薬とかワクチンを打ってないから、その体が野生のそのままの状態だから試すのに最適なんじゃないかっていう。もちろんこれに対してね、世界は猛批判。特に WHO のテドロスは怒りをあらわにし、この考えは植民地主義の名残だと指摘したんです。じゃあ実際このね、コロナワクチンの治験どこで行われたのって思うでしょう。なんと2020年11月にアフリカで新型コロナウイルス感染症治療薬の大規模な臨床試験が開始されたんです。イメージをね、守りつつ確実にやっていくスタイルだよね、これ。そもそもみんな治験って聞いたらちょっと怖いイメージがあるよね。裏バイト的なね、そのね、イメージは当たってるかもしれない。1986年にこんな恐ろしい不気味な未解決事件がありました。1986年10月31日、デンマークコペンハーゲン湾で一人のタクシードライバーが昼食をとっている時、目の前の海面に浮かぶ黒いバッグに気づきました。ドライバーはバッグを海面から上げ、中身を見てみることにすると、なんとバッグの中には人間の体と思われる下半身や足などのパーツが入っていたのです。慌てて地元警察に通報。その遺体が発見された海中をね、徹底的に捜索した結果、翌月の11月7日までに残りの頭部や腕が同じくバッグに詰められた状態で、最初の遺体発見現場から約 1.5 キロ離れた海底で発見されたんです。そして全てのパーツが揃ったことで、この遺体はアジア人だと判明したんです。なんとその人物は日本の警察の捜索リストの人物と特徴が似ていることから照合してみた結果、デンマーク湾とその周辺で見つかった遺体は当時22歳だった日本人女性 TK さんだということが判明したんです。調査によると、被害者の K さんは10月8日から15日の間に殺害されたとされて、血液中からは毒物や薬物反応はなく、特に何らかの暴行を受けた後もなく、直接の死因は窒息であると推測されました。そうそう、みんな思うでしょう。なんでその日本人女性がね、当時デンマークにいたのか。K さんね、当時日本ではね、まだなかった
女性用ピルの治験ツアーにデンマークに行っていたんです。何それ。日本のバイオデザインの代理店、ビオブリッジが設けていたドイツでのピル治験ツアーは、大元はドイツの製薬会社からの依頼で、日本で認可される前段階の治験という名目で、日本人女性が募集されていたんです。なかなか怪しくなってきました。その治験ツアーにね、出かけてから行方不明。この治験ツアーには、K さんを含む5人の日本人女性が参加。参加者の年齢は22歳から30歳までで、治験の内容は G 社が新薬ピルを服用させ、血中のホルモン分泌状態を調べデータを収集するものでした。治験に関する説明は日本出発前に代理店ビオビレッジが行い、説明を聞いた上で参加希望者は治験中何らか問題が発生した時のための同意書に署名をしていました。いやこれ毎回思うけどさ、治験とかでそのサインさせられるじゃないですか。で、それサインしたら何でもありなんですか？どっからどこがありなの？しかも外国、英語できないかもしれない。言語が通じない。どこまで自由意志が働いたのかもわからない。この治験ツアーの報酬は1日につき約1万円とされ、実施期間は約3ヶ月間、つまり治験ツアーの報酬はだいたい100万円に相当していたんです。なんとこちらの治験ツアー、同時にドイツ語も学ぶことができるんです。いや、それは嬉しいとはならんくね？一石二鳥ですとはならんくね？1986年5月20日、K さんと他の4人はね、これ最高じゃんってなって、参加者は成田空港を出発し、西ドイツに到着後、6月9日から9月12日までフライブルク市内のホテルに滞在しました。当初の説明通り、この治験は3ヶ月間行われて、無事終了してね、その K さんは他の参加者とは別れて単身に一人でヨーロッパ旅行に出かけるんです。その後、彼女はこのリストされているように旅行を行ったんです。K さんはね、この最後に訪れたヘルシンキから、これからコペンハーゲン経由で南ヨーロッパを旅すると書いた手紙を家族を送っていたんです。そしてこの後、消息不明に。10月31日に遺体が発見されたという流れなんです。この事件はもちろん日本でも報道されて、その専門家からこのドイツの治験ツアー大丈夫ですかっていうちょっとね、懐疑的な意見も出てて、専門家じゃなくてもわかるけどね、こんなもん。当時、その日本の製薬会社でピルをね、販売する許可を得ていた製薬会社がなかったんですね。なので、そのドイツの会社が一歩先にね、その独占しようと、まず僕たちがね、ドイツ国内で治験を行って日本で導入しようということだったそうなんです。なので日本人女性が欲しかったと。ただこれはいろいろな意見があるんですけど、なぜわざわざ高額費まで出してドイツでね、治験を行ったのか。当時の厚生省、現在の厚生労働省によれば、海外の製薬会社が治験を行う場合は、国内の大手製薬会社や大学に依頼するのが通常であり、日本人女性をわざわざ海外に連れ出すといった話など、未だかつて聞いたことがないとコメントしているんですね。同時に日本では行えなかったという意見もあっても、どっちが正直正解なのかわかんないけど、でも日本で行えた気もするよね、さすがに。なぜ多額の費用をかけてまで治験ツアーを行うのか理解できないとコメントしているんです。となるとさすがにお前ら怪しくないかと。ただこれに対してドイツ側の製薬会社は、今回の事件以前から日本の製薬会社の依頼を受けて頻繁に新薬の治験を行っていた。実際にこの会社は1984年からその日本のね、代理店を通じて治験を何度も行っていたそうなんですね。若者を中心に。ただちょっと意味のわからない出来事があって、それというのが、西ドイツのフライブルク警察の発表によれば、TK さんが殺害された事件より前の1982年と1985年にもドイツフライブルク市内で行われたピル治験ツアーに参加した多国籍の女性2名が治験終了後何者かに襲われ、同じくバラバラにされ同市内に遺棄されたという事件が起きていたんです。しかもその治験ツアーを開催したのは TK さんが参加した同じバイオデザインの会社だったんです。いや、お前らさすがにそれはなんかやってるだろうと、僕のね、ホラー映画の陰謀脳を働かせると、映画ホステル的な部分とこの製薬会社の知見なんか繋がってんじゃないのと思っちゃうよね。西ドイツのフライブルケースは前回とこの事件は同一人物の犯行であり、さらに犯人は製薬会社バイオデザインと何らかのね、関わりのある人物だという見解を示したんです。これについてバイオデザインは、被害に遭った日本人女性が治験を受けていたのは事実だが、治験終了後はいかなる形の接触を持っていない。他の2名の被害女性に関しては治験を受けた事実がない。したがって一連の事件は当社と一切無関係である。確かにね、その今回の TK さんに関しては治験が完全に終わってからね、そのヨーロッパの旅行中で、そういったことになっているから、それは確かにあなたたちの言う通りかもしれないけど、前の2つのね、事件に関しては、治験を受けた事実はないっていうのは、ちょっとそこら辺はより詳しく調べてくださいよ。どうなんですかって感じだけど、なぜ日本人女性が狙われたのか。治験中に何らかのトラブルや製薬会社によって不都合なデータが判明した。本人にまだ症状は出ていなかったけど、後々症状が出てきて問題になることを恐れて殺害した。ただ過去の事件はね、治験終了後、同市内ですぐに犯行
行が行われているのに対し、TK さんの事件はいくつもの国を渡った後で犯行が行われたのか。まあその不都合なデータを消すにはあまりにも時間がかかりすぎてるじゃないですか。その旅行回っちゃってるわけだし、後をついていったっていうのもちょっとどうなのって思うから。製薬会社のスタッフが犯人で治験ツアーに参加していた女性を物色していた。暴行された後はなく狂気的殺人が趣味だったのか。ただこれもね、他国まで後をつけ犯行に及ぶには時間がかかりすぎている。治験の報酬目的での犯行か。TK さんがヨーロッパツアーしているということはね、治験終了後すぐに報酬が支払われた可能性が高く、それも知っていた治験関係者またはね、旅行先で TK さんが治験の報酬を持っていることを知っていた人物の犯行。実際 TK さんはフリーターでバイトの給料を貯金などせずにそのお金で各地へ旅行に行くような人だったんです。これに関してはね、証拠を隠滅するためにね、その治験終了後直後にやらないでしばらく旅させてやったっていう見方もできなくはないけど、100万のためにね、バラバラ事件を起こすのかどうか、皆さんどう思う？これに関してはね、なんと未だに、2023年未だに未解決事件なんです。ただ今でもたびたびこの事件がね、噂されることがあって、っていうのも、2012年に起きた女性ジャーナリストの殺人事件。2017年8月21日、コペンハーゲンのアマー島でサイクリング中の人が海に浮かぶ女性の胴体を発見しました。さらに同じく切断された頭部、両腕、両足も海岸に流れ着き、遺体には重りがつけられていたんです。しかも遺体には無数の切り傷がつけられていて、この切り傷は遺体の内部でガスが発生しても浮いてこないようにしたものでした。分析した結果、遺体は行方不明となっていたスウェーデン人女性、ジャーナリストのウォールさんだと判明したんです。このウォールさんを殺害したとして逮捕されたのは、果たして TK さんの事件と関連があるのかどうなのか。デンマークの民間宇宙団体であるコペンハーゲンサビオービタルの設立者であり、航空宇宙工学の専門家、天才発明家と言われたピーター・マドセンでした。なぜ天才発明家が殺害したのか。ジャーナリストのウォールさんは世界の注目を浴びる天才発明家マドセンを取材するため、2017年8月10日にマドセンの作った潜水艦ノーティラス号に乗船した後、行方不明になっていったんです。当初マドセンはね、ウォールさんの行方について8月10日の22時半頃にコペンハーゲンの港にあるレストラン付近で降ろしたや、航海中に潜水艦の重いハッチがウォールさんの頭に落下し死んだので潜水艦ごとを推奨した。いや、お前がすんなよ。一酸化炭素中毒で死んだなどとね、コロコロ供述を変えていたんですね。やっぱこれ聞いて思ったけど、天才とアホは本当に紙一重。しかし遺体の性器周辺に残る14箇所に及ぶ刺し傷やウォールさんの体内からマドセンの DNA が検出されたこと、自身の快楽のため拷問し殺害したこと、これら一部始終が映像に残っててね、結果彼は終身刑が言い渡されたんです。そのマドセンの一連の出来事がもしかして K さんと関連しているんじゃないかとみんな紐付け出したんです。ただ冷静にね、その時代の分析を考えてみると、もしね、そのマドセンが行っていたとしたら、彼が15歳の時にね、やっていたことになるんで、もうそれはさすがにどうなのっていうね。なので未だに未解決事件となっているんです。どうですか皆さん、この治験2はなかなか恐ろしい事件ですよね。こんなのあったのって僕本当知らなかったんですけど、実際治験って要は実験じゃないですか、ある意味。なのでミスっていうかトラブルが起きることは確かにあるんですね。有名なもので言うと、2019年6月に発生したエーザイ墨田病院事件は、エーザイが抗転換薬の試験中に起きた治験死亡事故で、20代の健康体である被験者男性に投薬した5日後、被験者自ら電柱に登り飛んでしまったという事態が起こったんですね。こうやって人々を救う技術の裏では、こういった犠牲も伴っているっていうことなんですよね。ただ言えることとしては、冒頭の話に戻ると、そのアフリカなどで結構行われるじゃないですか。マラリアであり、エイズであり、今回のコロナワクチンもそうなんですけど、なぜああいったところで行われるのか、深い意味をね、ぜひ皆さんにもね、考えてほしい。これね、意味深な発言に聞こえるかもしれないけど、意味深な発言で言っています。どうでしょう皆さん、こちらの事件。未解決でね、もやもやでね、胸クソ事件ではあるんですけど、今でも行われている、このノーベル賞を受賞した mRNA ワクチン、今でも行われているこの治験、その裏には何が潜んでいるのか、皆さんも考えてみてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。